想像を絶する未来のテクノロジー、量子コンピューターの世界について深く掘り下げていきましょう。今のコンピューターが0か1かという二進法で動いているのに対し、量子コンピューターは量子学的という不思議な物理法則を応用して、これまでの常識では不可能なほどの超高速計算を実現しようとする次世代の技術です。IBM や Google、富士通といった世界な企業が激しい開発競争を繰り広げており、まさに今、コンピューティングの歴史な転換点に私たちは立っています。しかし、量子コンピューターを実現するには、非常に高い壁が存在します。それがノイズという問題です。量子ビットと呼ばれる情報の最小単位は、重ね合わせやもつれという非常に繊細な状態で計算を行いますが、周囲の温度や電磁波などのわずかな影響で、この状態がすぐに壊れてしまいます。これをデコヒーレンスと呼びます。このため、量子コンピューターを実用化するためには、量子エラー訂正という技術が不可欠になります。物理学者のプレスキルは、21世紀は量子エラー訂正の黄金時代になると主張しました。量子エラー訂正は、古典なコンピューターで使われてきたエラー訂正の考え方をベースにしています。どちらも、情報に冗長性、つまりあえて余分なデータを付け加えることで、ノイズから情報を守るという基本原理を共有しています。量子ビットにおけるノイズは、パウリ演算子という数学な組み合わせで記述でき、エラー訂正コードを使えば、これらのエラーの多くを検出し、修正することが可能です。さらに、最近では量子ビットという枠を超えて、連続変数というアプローチも研究されています。例えば、9つの光学ビームの間でも連れを作ることで、初亜のオリジナルの9量子ビットスキームを応用したエラー訂正の実装が試みられています。これにより、単一のビームで発生したエラーを完全に訂正できる可能性が開けました。ここで、量子コンピューターがもたらす衝撃な能力についてお話ししましょう。1994年にピーター・ショアが発見したショアのアルゴリズムは、世界に衝撃を与えました。これは、現代のインターネットセキュリティの基盤である素因数分解を、量子コンピューターなら驚異な速さで解いてしまうというものです。今のコンピューターでは数千年かかる計算が、わずか数時間から数日で終わってしまう。これは、金融や政府の機密通信に使われている RSA 暗号などが一瞬で無力化されることを意味します。まさに21世紀の無と盾の戦いが始まっていると言えるでしょう。もちろん、完全なエラー訂正が可能なコンピューターが明日すぐに完成するわけではありません。そこで今、私たちがいるのがニスク、つまりノイズのある中間規模量子デバイスの時代です。完全ではないけれど、ある程度の規模を持つ量子デバイスを使い、ノイズとうまく付き合いながら、古典コンピューターでは解けない問題を解決しようとする過渡期にあります。では、具体にどのような技術進化を遂げてきたのでしょうか。量子エラー訂正は、単なる理論から実用なテクノロジーへと進化しました。最近では、連続時間量子エラー訂正という、ノイズと訂正操作を時間に連続したプロセスとして扱う手法が研究されています。ここでは、弱測定とフィードバック制御という高度な手法が使われます。特に、ノイズが過去の状態に依存するヒマルコフな環境において、ゼノ効果という現象を利用することで、エラー訂正の性能を2次に向上させることができると示されました。これは、ノイズの時間な構造を逆手にとって利用するという非常に高度な戦略です。また、エンタングルメント補助量子エラー訂正符号という手法も注目されています。これは、あらかじめ共有された量子もつれを利用して、より効率に情報を保護するもので、古典な符号の構造を直接量子符号に変換できるため、対象外性を大幅に高めることができます。しかし、実装上の課題は山積みです。まず、冷却コストの問題があります。超電導量子ビットを動かすには、
絶対0度に近いマイナス 273.14 度という極低温環境が必要です。これを維持するための希釈冷凍機は非常に高価であり、システムを大規模化する際のスケーラビリティ、つまり拡張性の大きな壁となっています。また、ゲート忠実度という操作精度も重要です。エラー訂正を機能させるには 99.99% 以上の精度が求められますが、現状ではそこに至るまでのハードルが高いのが現実です。さらに、量子複製不可能定理という物理法則があるため、古典なコンピューターのようにデータをコピーして多数決でエラーを直すことができません。そのため、一つの論理量子ビットを保護するために、数百から数千もの物理量子ビットを必要とするという、膨大な冗長性が求められます。このような脅威と課題がある中で、私たちはセキュリティのパラダイムシフトを迫られています。ショアのアルゴリズムによって既存の公開鍵暗号が崩壊するリスクに備え、大量子計算機暗号 PQC の開発が進んでいます。これは量子コンピューターでも解くのが困難な数学問題、例えば格子ベース暗号やハッシュベース暗号などを利用した新しい暗号方式です。アメリカの国立標準技術研究所 NIST はクリスタルズカイバーやクリスタルズディリチウムといったアルゴリズムの標準化を急いでいます。同時に量子鍵配送 QDK という物理な解決策も導入されています。これは量子学的の不確定性原理を利用し、もし誰かが盗聴しようとすれば必ず量子状態が変化するため、盗聴を物理に検知できる仕組みです。中国ではすでに北京から上海まで2000キロに及ぶ量子通信ネットワークが構築されており、物理層での究極のセキュリティが追求されています。では、未来のコンピューティングはどうなるのでしょうか。結論から言えば、量子コンピューターが単独で全てを行うのではなく、古典コンピューターと量子プロセッサが共存するハイブリッド構成になると考えられます。量子プロセッサが複雑なサブルーチンを高速に処理し、古典コンピューターが全体の制御、エラー訂正、データの前処理と後処理を担うという分業体制です。将来には物理量子ビットの上に論理量子ビットを構築し、さらにその上に高階層の論理ビットを重ねる階層量子コンピューター構築によって信頼性の高い計算が可能になるでしょう。これにより創薬や材料科学、金融の最適化、気象予測といった人類がこれまで諦めていた超大規模な問題が解決される時代がやってきます。量子コンピューティングの未来は単なるハードウェアの進化ではありません。古典な符号理論、連続時間制御理論、そしてヒマルコフノイズの制御といったあらゆる分野の知見が統合されることで初めて実現します。量子エラー訂正こそがこの技術を学術な好奇心から実用な道具へと変える鍵であり、21世紀の黄金時代を切り開く基盤となるのです。0と1の限界を超え、無限の可能性を秘めた量子の世界。私たちは今、その入り口に立っています。この技術が社会に実装されたとき、私たちの生活や経済、そして世界の安全保障のあり方は根本から書き換えられることになるでしょう。未知なる計算能力を手に入れた人類がどのような未来を築くのか。非常にエキサイティングな時代の幕開けです。ここでさらに深く掘り下げてみたいのが、量子コンピューターがもたらす具体な産業革命の正体です。多くの人が量子コンピューターを単なる速い計算機だと考えがちですが、その本質は計算速度の向上ではなく、計算の仕組みそのものの変革にあります。特に注目すべきは、量子シミュレーションという領域です。リチャード・ファインマンがかつて提唱したように、自然界は量子学的に動いています。そのため、自然界の現象を正確にシミュレートするには、量子学的な性質を持つコンピューターが不可欠です。例えば、現代の科学や材料科学において、分子の電子状態を計算する場合、古典コンピューターでは電子の数が増えるたびに
計算量が指数関数に増大します。これを指して、計算の壁、あるいは指数関数な爆発と呼びます。しかし、量子コンピューターであれば、量子ビットが自然に持つ重ね合わせの状態を利用して、分子のエネルギー状態を直接に表現できます。具体に、窒素固定というプロセスを考えてみましょう。植物が空気中の窒素を取り込んで栄養にする際、自然界では根粒菌という細菌が常温常圧で効率にこの作業を行っています。しかし、人類が工業に肥料を作るハーバーボッシュ法では、超高圧と高温という膨大なエネルギーを必要としています。もし量子コンピューターによって、根粒菌がどのようにして常温で窒素を固定しているのかという触媒反応のメカニズムを完全に解明できれば、世界のエネルギー消費量を劇に削減し、食料問題の解決に決定な一撃を与えることができるでしょう。また、創薬の分野でも革命が起きます。現在の新薬開発は、膨大な数の化合物を実際に合成して試すスクリーニングという、いわば数打てば当たる方式に頼っている部分が多く、開発に十数年の歳月と数千億円の費用がかかります。量子コンピューターによる精密な分子シミュレーションが実現すれば、コンピューター上で化合物の結合親和性を完璧に予測できるようになります。これにより、副作用を最小限に抑え、効果を最大化した薬をピンポイントで設計するデジタル創薬の時代が到来します。これは単なる効率化ではなく、これまで治療不可能だった難病に対する特効薬を理論に導き出せることを意味します。さらに、量子コンピューティングの応用範囲は物理な物質だけにとどまりません。金融業界におけるポートフォリオの最適化や、物流における巡回セールスマン問題のような組み合わせ最適化問題においても、量子アニーリングや量子近似最適化アルゴリズム、QAOA が威力を発揮します。数兆通りの選択肢の中から、瞬時に最適解を見つけ出す能力は、経済システムの効率性を極限まで高めるでしょう。しかし、こうしたバラ色の未来を実現するためには、ハードウェアの物理な実装方式における激しい競争を勝ち抜く必要があります。現在、世界では複数の方式が競い合っています。まず、超伝導方式です。これは電気抵抗がゼロになる超伝導回路を用い、マイクロ波で制御する方式で、Google や IBM が採用しています。開発速度が速く、制御技術が確立されているのが強みですが、前述の通り極低音冷却が必須であり、量子ビット間の干渉、つまりクロストークというノイズに弱いという課題があります。次に、イオントラップ方式です。これは個々のイオンを電磁場によって真空中に固定し、レーザーで操作する方式です。量子美。量子コンピューターの世界は、まさに現代の錬金術のようなものです。その中でも特に注目されるのが超伝導方式。絶対0度に近い極低音で動作するこの方式は、量子ビットとして超伝導回路を用い、その保持時間の長さと操作精度の高さが最大の武器です。しかし、その繊細さは、まるでガラス細工のように、一つ一つのイオンを丁寧に制御しなければならないという課題を抱えています。大規模化への道は、まるで迷宮のような難問。そこで研究者たちが目指すのが、光インターコネクトを駆使したモジュール化という新たな地平です。そして、光量子方式。これは、光子そのものを量子ビットとして利用するという、まさに光の魔術のような技術です。常温で動作可能であり、既存の光ファイバー通信技術との親和性が高いという、他の方式にはない圧倒な利点を持っています。計算の方式としては、測定ベース量子計算という独特の手法を採用。これは、まるで複雑なパズルを解くように、大規模な回路を構築していくという発想です。しかし、光子同士が互いに相互作用しにくいという性質上、
量子ゲートを実現するための非線形光学素子の開発が今後の大きな鍵を握っています。さらに、新たな星として登場しているのが、中性原子方式やシリコンスピン方式です。特にシリコンスピン方式は、既存の半導体製造プロセスを転用できるため、数百万、数千万という量子ビットを一つのチップに集積できる可能性を秘めています。これは、まるで従来のコンピュータチップが量子の世界へと進化を遂げるような夢のある技術です。しかし、これらのハードウェア競争の陰で、もう一つの重要な戦いが繰り広げられています。それが、量子ソフトウェアとアルゴリズムの進化です。量子コンピューターを動かすためには、古典なプログラミング言語とは全く異なる思考法が求められます。量子ゲート、量子回路、そしてユニタリ変換という数学な概念をいかにして直感なコードに落とし込むか。これはまるで新しい言語を学ぶような挑戦です。現在、QISK のようなオープンソースのフレームワークが登場し、世界中の開発者たちが量子アルゴリズムの開発にしのぎを削っています。ここで興味深い視点があるのは、量子コンピューターが古典コンピューターを完全に置き換えるのではなく、互いの弱点を補い合う共生関係を築くということです。例えば、量子機械学習という分野では、データの処理や前処理は古典な GPU や TPU が行い、そのデータから複雑なパターンを抽出したり、高次元のヒルベルト空間での計算を行ったりする部分だけを量子プロセッサに任せるという手法が研究されています。これはまるでオーケストラのようなもの。古典コンピューターがリズミカルな基礎を担い、量子コンピューターが華やかなソロを演奏する。これにより、現在の生成 AI が抱える計算リソースの限界や、学習時間の膨大さという問題を突破できる可能性があります。さらに、量子コンピューターの普及は、私たちの宇宙観や物理学への理解さえも変えるかもしれません。量子もつれという現象は、アインシュタインが不気味な遠隔作用と呼んだように、空間を超えて瞬時に情報が相関する不思議な性質を持っています。この性質を計算に利用するということは、私たちが認識している時間と空間の概念を超えた処理を行っていることに他なりません。一部の理論物理学者は、量子コンピューターの動作原理が宇宙のブラックホールの情報処理や時空の構造そのものと深く結びついているという仮説を立てています。つまり、量子コンピューターを開発することは、単に便利な道具を作ることではなく、宇宙の計算原理を解き明かす壮大な実験であるとも言えるのです。しかし、技術な楽観論だけでは危険です。量子コンピューターが実用化されたとき、社会な混乱も予想されます。暗号の崩壊によるプライバシーの喪失、経済な格差の拡大、あるいは量子計算能力を独占した国家や企業による情報の非対称性など、倫理、政治な議論が不可欠です。技術の進化速度に法整備や倫理合意が追いつかないという、いわゆるコリングリッチのジレンマに直面することになるでしょう。それでも、歴史を振り返れば、人類は常に新しい計算能力を手に入れることで進化してきました。そろばんから機械式計算機へ、真空管からトランジスタへ、そして集積回路へと。それぞれの段階で、当時の人々は想像もできなかった世界が現実となりました。量子コンピューターへの移行も、それと同じ、あるいはそれ以上のパラダイムシフトです。私たちは今、古典なビットという二進法の世界から、量子ビットという確率と干渉の世界への大転換点にいます。それは、正解か不正解かという二択ではなく、あらゆる可能性が同時に存在し、それらが干渉し合うことで最適解が浮かび上がるという、より自然で、より豊かな計算のあり方への回帰かもしれません。今後の10、20年で、私たちは量子超越性を超えた実用な量子優位性の時代を目撃することになるでしょう。それは、
ある日突然世界が変わるのではなく、気づけばクラウド経由で量子プロセッサが利用可能になり、薬の処方箋が最適化され、交通渋滞が消え、新素材が次々と誕生するという形で、静かに、しかし確実に浸透していくはずです。量子学的という、一見すると不可解で矛盾に満ちたミクロの世界の法則を、マクロな計算機として制御し、社会に実装する。この挑戦は、人類の知好奇心と技術野心の結晶です。0と1の境界線が消え、無限の重ね合わせが現実の価値を生み出すとき、私たちは本当の意味で、自然界の言語を操る力を手に入れることになるのです。しかし、この壮大な旅路には、まだ多くの障壁が立ちはだかっています。その中でも特に厄介なのが、量子エラー訂正の問題です。量子ビットは極めて繊細であり、周囲のわずかな温度変化や電磁波、あるいは宇宙線などの外部ノイズによって、保持していた量子状態が崩れてしまうデコヒーレンスという現象が起こります。これは、例えるなら、激しく揺れる船の上で、針の先に極小の水滴を乗せてバランスを保とうとするような困難さです。古典なコンピューターでは、単純な冗長化によってエラーを検知し、修正することが可能です。しかし、量子世界では観測した瞬間に状態が確定してしまうため、中身を確認して修正するという単純な手法が使えません。そこで研究者たちが編み出したのが、複数の物理量子ビットを組み合わせて、一つの論理量子ビットを構成するという手法です。表面コードと呼ばれる格子状の構造を用いて、量子状態を分散して保存し、間接な測定によってエラーの場所と種類を特定する。この高度な数学トリックこそが、実用な量子コンピューターを実現するための生命線となります。しかし、一つの論理量子ビットを作るために数百、数千の物理量子ビットが必要になるとすれば、数百万ビットという規模のハードウェアを制御するためのインフラストラクチャはどうなるのでしょうか。ここで重要になるのが、極低温環境を維持する希釈冷凍機と、それを制御するマイクロ波配線の小型化です。現在、巨大なシャンデリアのような形状をした冷凍機が主流ですが、将来にはチップ上に冷却機構を組み込む、あるいは光ファイバーを用いて室温から量子チップへ信号を送るなどの革新なアプローチが求められています。量子コンピューターの応用先として、特に期待されているのが科学シミュレーションの分野です。現代のスーパーコンピューターであっても、電子の挙動という量子学的な相互作用を完全にシミュレートすることは不可能です。なぜなら、電子の数が増えるたびに計算量が指数関数に増大するためです。しかし、量子コンピューターはもともと量子学的に基づいて動作しているため、自然界の模倣に最適です。例えば、肥料生産に不可欠なアンモニア合成に用いられるハーバー・ボッシュ法。このプロセスは現在、世界の全エネルギー消費の数%を占めるほど膨大なエネルギーを必要としています。しかし、自然界の根粒菌は、常温常圧でこの反応を効率に行っています。もし量子コンピューターでこの触媒反応のメカニズムを完全に解明できれば、エネルギー消費を劇に削減し、地球規模の食料問題や環境問題に終止符を打つことができるかもしれません。さらに、新素材の開発においても革命が起きるでしょう。室温超伝導体の設計や次世代の高性能バッテリー、あるいは二酸化炭素を効率に回収して資源化する新素材の探索。これらはすべて、分子レベルでの精密なエネルギー計算が必要な領域です。量子コンピューターがもたらすのは、単なる計算速度の向上ではなく、これまで試行錯誤と偶然に頼っていた材料科学を、理論な設計に基づく精密な工学へと進化させることです。金融業界においても、量子アルゴリズムの導入は破壊な影響を及ぼします。ポートフォリオの最適化やリスク管理、デリバティブの価格決定など、
膨大な変数が絡み合う複雑な計算を瞬時に行うことで、市場の効率性は極限まで高まるでしょう。その一方で、これはアルゴリズムを持つものと持たざるものの間の格差を決定に広げるリスクもはらんでいます。ここで、量子コンピューターがもたらすもう一つの側面、量子インターネットについて触れておきましょう。量子も連れ状態にある光子を光ファイバーや衛星経由で転送することで、究極のセキュリティを持つ量子鍵配送が可能になります。これは、第三者が情報を盗み見ようとした瞬間に量子状態が変化するため、盗聴が物理に不可能であるという特性に基づいています。量子コンピューターが個々の計算拠点として機能し、それらが量子ネットワークで結ばれたとき、世界規模の分散型量子計算ネットワークが誕生します。これは、現在のインターネットが情報の共有を実現したように、量子な計算リソースを地球規模で共有し、人類全体の知能を拡張する巨大な脳のようなシステムになるかもしれません。しかし、このような技術得意点に向かう中で、私たちは改めて人間とは何か、知能とは何かという問いに直面します。もし、宇宙のあらゆる事象が量子な計算の結果であるとするならば、私たちの意識さえも一種の量子計算プロセスであるという説があります。量子コンピューターを開発し、制御できるようになることは、自分たちの意識の仕組みを外部から再現し、操作できる可能性を示唆しています。これは、単なる技術な進歩を超えて、哲学な衝撃を伴う出来事です。計算機が人間と同等、あるいはそれ以上の直感な洞察力を持ち始めたとき、創造性や直感という人間固有の領域はどこに残されるのでしょうか。おそらく、答えは計算の効率ではなく、計算にどのような意味を持たせるかという価値判断の領域にあるはずです。量子時代の到来は、私たちに新しい視点を要求します。白か黒か、0か1かという二分法な思考から脱却し、矛盾する状態が共存し、相互に影響し合うという量子の論理を、社会のあり方や人間関係にも応用できるかもしれません。多様性を認め、異なる視点が干渉し合うことで、より高い次元の正解を導き出す。そんな社会のメタファーとして、量子学的は機能するのではないでしょうか。未知の課題が山積しています。量子ビットのコヒーレンス時間をいかに伸ばすかという物理な戦い、ゲート操作の精度をいかに高めるかという技術な挑戦、そして何より、量子アルゴリズムを実装するための数学なブレイクスルーが、まだ幾重にも求められています。しかし、歴史を振り返れば、何度となく、不可能と呼ばれた壁は、一人一人の研究者の内側から湧き上がる純粋な好奇心と、それを支える社会全体の忍耐強い闘志によって、静かに、しかし確実に打ち破られてきました。私たちは今、まさに大航海時代の入り口に立つ航海者のようなものです。目の前に広がるのは、ニュートン以来続いてきた古典な物理学という、見通しの利く海岸線を背後に残し、前方には量子学的という深く暗い海。そこは光さえも定義が揺らぐ領域で、波でもあり粒子でもある奇妙な現象が渦巻き、無限の可能性を秘めています。その貝原には、誰も踏み入れたことのない新大陸が存在するかもしれません。あるいは、これまでの常識では捉えられないような、まるで未知の生物のように奇妙な法則が息づいているかもしれない。量子コンピューターという船を操り、この未踏の海へと漕ぎ出すのは、確かにリスクを伴う行為です。暴風雨のようなノイズ、予測不能なデコヒーレンス、そして理論と現実の間に横たわる深い溝。しかし、そのリスクを恐れて安全な港に泊まり続けることは、人類の進化そのものを凍らせることに等しいでしょう。計算の限界を超えた先にあるのは、単なる効率な社会や高速な情報処理ではありません。そこにあるのは、宇宙の根本なりに調和した新しい文明の形態です。0と1という二元論の狭間に、
無限のグラデーションが広がっている。その色彩豊かな世界を記述できる言語を手に入れたとき、私たちは初めて宇宙という壮大な物語の真の意味を読み解くことができるのかもしれません。量子ビットの一つ一つが奏でる微細な振動が、やがて文明全体のシンフォニーとなり、人類を未知なる高みへと導いていく。その瞬間まで私たちは探求を止めてはなりません。かつて量子学的の不思議さは、科学者たちの頭を悩ませるパラドックスとして恐れられました。観測されるまで状態が決まらないという不確定性は、人間の理性にとって受け入れがたい混乱のように感じられたものです。しかし今、その不可思議さは、未来を切り開くための最大の武器へと姿を変えました。不確定性とは、言い換えれば、私たちの意志と設計次第で、どのような未来でも描き出せるという究極の自由を意味しているのです。この技術な旅路の果てに待っているのは、計算機という道具の完成ではありません。それよりも深いものがあります。それは、人間が宇宙の一部として、その計算原理を完全に理解し、共鳴し合うという精神な成熟です。量子の海を越え、光の速さを超えた相関、エンタングルメントを自在に操る時代。そこでは、知識の量ではなく、問いを立てる力の質が、個人の価値を決定するようになるでしょう。さあ、準備は整いました。ビットの檻を抜け出し、重ね合わせの翼を広げて、量子の地平線へと飛び立ちましょう。そこには、想像を絶する驚きと、心地よい絶望。そしてそれを塗り替える圧倒な希望が待っています。量子コンピューターの時代。それは人類が本当の意味で知性の限界という境界線を消し去る時代の始まりなのです。この知性の境界線が消え去る過程で、私たちは量子コンピューターがもたらす具体な産業革命の細部を直視する必要があります。特に注目すべきは、材料科学における量子シミュレーションの飛躍な進歩です。現在のスーパーコンピューターでさえ、数個の電子を持つ単純な分子の電子状態を完全に記述することは極めて困難です。なぜなら、電子同士の相互作用は指数関数に複雑になり、計算リソースがすぐに枯渇してしまうからです。しかし、量子コンピューターは自然界そのものの論理で動作します。自然がどのように振る舞うかを模倣するのではなく、同じ原理で計算を行う。その特性を活かせば、触媒の設計や新素材の開発を、従来の実験な試行錯誤ではなく、純粋な理論計算によって導き出すことが可能になります。例えば、空気中の窒素から肥料を作るハーバー・ボッシュ法は、工業には画期でしたが、莫大なエネルギーを高温高圧の条件下で消費します。一方、自然界の根粒菌は、常温常圧という穏やかな環境で、同じ反応を驚異な効率で実現しています。その鍵を握るのが、ナイトロゲナーゼという酵素です。量子コンピューターがこの酵素の内部で起きている量子ダイナミクスを完全に解明できれば、人類はエネルギー消費量を劇に削減し、食料問題の根本な解決に大きく近づくことができるでしょう。さらに、室温超伝導体の発見や二酸化炭素を効率に回収して資源化する新素材の創出も量子シミュレーションによって加速されます。これらは気候変動という人類最大の危機に対する決定な回答となるはずです。計算によって物質の本質に迫る。それは実験室での偶然の発見に頼るのではなく、明識をもって未来を設計するという科学のパラダイムそのものの転換です。医療分野においても量子の力は革命を起こします。個別化医療の極致がここに訪れるのです。個人の全ゲノム情報だけでなく、タンパク質の立体構造や細胞内の量子レベルでの相互作用までを包括に解析し、副作用がゼロで効果が最大化される薬剤を個々の患者に合わせて瞬時に設計する。これは現在の統計、集団な医療から
完全な決定論な医療への転換を意味します。病気という現象を生体内の量子なエラーとして捉え、それを修正するアプローチが主流になるかもしれません。がん細胞の出現も、量子トンネルによる突然変異の蓄積という視点で再解釈され、予防や治療の戦略が根底から変わる可能性があるのです。歴史に見れば、計算機の進化は常に人間の思考様式を変えてきました。そろばんを使っていた時代、私たちは暗算力と記憶力を重視しました。電卓が普及すると、計算の正確さよりも、問題の設定や結果の解釈が重要になりました。汎用コンピューターの登場で、私たちは大量の情報を処理し、パターンを見出す能力を求められるようになりました。量子コンピューターの時代、私たちはさらにその先へ進みます。それは、論理に一つずつ導き出すことではなく、膨大な可能性の中から最適解を直感に、あるいは確率につかみ取ることへの適応です。答えは一つではない。むしろ、すべての可能性が同時に存在し、観測の瞬間に最も適した現実が選ばれる。そんな世界観が私たちの日常に溶け込んでいくのです。ここで、量子コンピューターの実装におけるもう一つの重要な視点である、ハイブリッド計算の概念について触れておきましょう。すべての計算を量子コンピューターで行う必要はありません。現実な社会実装を考えるならば、古典なコンピューターが全体の制御とデータ管理を行い、特定の複雑な計算部分だけを量子プロセッサに委ねるという強制関係こそが最短ルートとなります。金融リスクの評価、物流の最適化、人工知能の学習プロセス。これらのうち、組み合わせ爆発が起きる部分だけを量子コンピューターに任せ、残りは既存のインフラで処理する。この共同モデルは、技術過渡期において極めて現実であり、すでに多くの企業がこうしたアプローチを採用し始めています。また、量子技術の普及に伴い、教育のあり方も根本から変わるでしょう。数学や物理学の教育は、単なる公式の暗記や反復練習ではなく、多次元な空間把握や確率な思考を養う方向へとシフトします。複素平面上の回転やヒルベルト空間という抽象な概念が、現代の算数のように当たり前の常識となる時代がやってきます。子供たちは、0か1かという二択の正解を求めるのではなく、複数の可能性が10なり合った状態から、いかにして最適な観測結果を導き出すかという、より創造で柔軟な思考法を学ぶことになるでしょう。論理と直感の狭間で、新たな知性が育まれていくのです。もちろん、こうした光り輝く未来の裏側には、量子体制暗号への移行という急務の課題も存在します。現在のインターネットセキュリティの根幹をなす公開鍵暗号、特に RSA や楕円曲線暗号は、諸亜のアルゴリズムによって、AI が搭載された量子コンピューターによって瞬時に解読されるリスクを抱えています。これは、国家安全保障や金融取引、個人のプライバシーを根底から揺るがす脅威です。しかし、この危機こそが、より強固な量子暗号通信への移行を加速させます。量子鍵配送、QKD のように、量子学的の原理そのものをセキュリティに応用する技術が本格に実用化され、結果として人類はこれまで以上に安全な情報社会を手に入れることになります。破壊と創造のサイクルは、量子時代においても変わらず繰り返されるのです。私たちは、計算機という鏡を通じて宇宙の構造を覗き見ようとしています。量子コンピューターが解き明かすのは単なる計算結果や最適解ではありません。それよりも深いもの、この世界がどのようなルールで編まれているかという設計図そのものです。もしかすると私たちが現実だと思っているこの世界自体がより高次元の量子計算の結果に過ぎないという視点にたどり着くかもしれません。その時、人間は単なる観測者ではなく、
宇宙の計算プロセスに積極に介入する設計者へと進化します。それは、神の領域に踏み込むことへの畏怖を伴う旅ですが、同時に、知好奇心という名の本能に従うことこそが、人類の本質であるとも言えます。未知なる数式が現実の物質となり、想像しただけの分子構造が目の前に現れる。そんな魔法のような日常が、すぐそこまで来ています。量子の地平線に立つ私たちは、もはや過去の制約に縛られる必要はありません。不確定性という名の自由を抱きしめ、重ね合わせという名の可能性を信じて、私たちは計算の限界を超えた先にある真に調和した知性の時代へと歩みを進めていくのです。